こんにちは、アスカです。こうしてですね、よく家でもトークをとってるんですけども、今回はね、銀座界隈と言いますか、銀座界隈トークがね、最近できてなかったんですけど、個人的に銀座のね、今お仕事を取り組んでいることで、ちょっと進展がありましたので、皆様にご報告いたします。ブレはですね、なんと2号店を作ることが決まりました。はい、ということで、2号店みたいな。こんな時期でっていう風に思われる方も多いかもしれないんですけれども、今まで全く2号店とか3号店とか作る気持ちがなかったんですけども、昨年末本当ね、コロナがちょっと落ち着いた頃からね、いろいろお客様がねお見えになりまして、本当いろんな温かい言葉を受けましてですね、こういう状況だからこそもっとやってみたらチャンスだよ、それをねこう自分の中でこう振り返って、チャンスなのかなとか、コロナもいつ終わるか分かんないしね、どうなるか分かんないけど、もう1店舗とかそうなんできるのかなとか、あといろんなクラブがねこれから売りに出るよとか、そういう話いっぱいお客様から聞いたんですけど、まだ去年の私はいやちょっとそう言っても今のお店すごく満足してるし順調だし、自分の中ではねもう今が一番ベストだと思ってたんですね。だけど本当去年の12月来たお客様の中で、アスカは銀座の中で何軒もできる器だよみたいな、自分の中でちょっとスイッチ入っちゃいましてできるかなみたいな。でも確かに長くね、私結婚してからも働いてますし、長くこの仕事続けていくんだったら、自分のスタイルは、どちらかというとね現状維持というよりも攻めのスタイルなので、どんどん大きくしていくか、もっと中身をね良くしていくか、いろいろ悩んではいたんですけども、今のブレアは本当に自分の中ではとても大好きだし満足しているお店なんですね。で、5年という一つの区切りといいますか、今回は新しくまた銀座の8丁目の中で、そして並木通りで物件があれば、そういうねこう縁とか、そういうこうチャンスタイミングで、自分がこういう引き寄せられるものがあればね、始めてみようかということで、12月の末ぐらいから物件探しを始めました。そしてご縁がありまして、もう申し分のない場所なんですけども、ポルシェビルの2階の50坪で進展をねすることができそうになりました。で銀座のクラブがあるとこって大体6、7、8丁目なんですけども、その中でもやっぱり自分が最初勤めたお店は8丁目のポルシェビルでしたし、その後銀座会館ってそれも8丁目でしたし、なんとなく馴染みが8丁目にありまして、で今のブレアは位置が中央通りから1本入ったところなんですね。人通りもあまりそんなにメイン通りよりちょっと離れてるんで、それが来やすいとか、いい意味で私はすごく好きなんですけども、もう1店舗っていう風に考えたら、場所は並木通りに面したところで、しかもそこそこのちゃんとしたビルにはいっぱい格がありますので、クラブが入ってもいいビルで、エレベーターもね2基以上あるところで、あと、クラブがたくさん競合のお店が入ってるところで、面積も、今の、ブレよりちっちゃいとこ考えてなかったので、50坪かそれ以上のところをあるお店の方に交渉いたしまして、はい、そのポルシェビル2階の、その50坪のところを持ってたので、どうしてもやりたいんですということで熱意を伝えて借りることができました。でもう銀座ってビルが古いんですよ。あとこういう風俗営業のお店が入ると、ソシアルビルってなるんですけども、銀行から融資がつきにくいとか、売るときは値段が上がらないということで結構毛嫌いされるオーナー様が多くて、で銀座の中にたくさんビルはあるんですけれども、オフィスしかダメとか飲食店ダメとか、そういうビルも結構あります。で今回ねそういった関係で銀座って本当にクラブができるような箱が見当たらなくて、で1店舗目の今のブレアもね始める時とても苦労して、もう1年ぐらいかけていいとこないかなってずっと独立する前探してたんですね。これからねコロナになって銀座のクラブ大丈夫なのって思われる方も実際多いと思うんですけども、オープンはこのまま無事に行けばだいたい2月ぐらいは設計士さんと今から打ち合わせ始まって、で3、4、5ぐらいまで工事かなと思ってます。できればね6月ぐらいにオープンできたらなと思っておりまして、あと4ヶ月5ヶ月後なんですけども、その時のね情勢がどうなってるかはちょっと分かんないんですけども、それでも前向きにね、仕事っていつチャンスが起こるか分かんないですし、あと立ち止まったらおしまいだと思ってますので、私はベストな選択を続けて新しいお店もねいいクラブになるように頑張っていきたいなと思っております。
はい、ということで新しくねホステスさんもたくさん募集して採用しなきゃとか、黒服さんね、スタッフさん、あとカウンターの女の子も募集しなきゃとか、いろいろ自分の中でこれからやることをこう、順序立ててこういいスタートが切れるようにね、こう求人、内装、工事、打ち合わせ、業者さんとの打ち合わせもざーっとやっていくんですけども、ということで今から働きたい方がいらっしゃいましたらぜひぜひ応募お待ちしております。私のねインスタグラムにねこういろいろブレアのね女の子たちのこと書いてあったりとか、ドレスだったり洋服だったりこんな子が働いてるよっていうことも書いてありますので、そちらを見ていただいて、で私も東京で働きたいとか、銀座で、今勤めてるお店から移籍したいとか、いろいろね考えてくださってる方がいれば一緒にぜひぜひ働かせていただきたいと思っております。いやー、みんなどんな感じなんだろうな。もう誰にも言ってないんですよね。こうクラブやろうかなとかもう一言もう全然言ってないです、誰にもだってこんなに早く、箱が見つかると思ってなかったんですよ。もう一番見つからないのが箱なんですよ。お金とか人は結構後から見つかりますね。でも箱ってもう銀座でクラブできる箱ビル何軒かしかないんです。もうあのビルとこのビルとこのビルとこのビルとか何軒かしかなくて、でそしてその50坪以上の面積っていうともう絶対に開かないです。こんなにコロナで飲食店が大変だって言われてても銀座のクラブは開かないです。でもし、ポルシェビルのねオーナーさん、ご面談とかありましたけど、もうすごいこれもご縁だっておっしゃっていただいて、ポルシェビルに関しては銀座で一番審査が厳しいところで保証金も一番高いって言われてるビルです。もうほんと普通のビルの倍とかで考えていただいたら分かるかなっていう感じですね。いや倍以上でしたね全然倍じゃ効かなかったです。それぐらい初期費用はもう結構高い方だと思います。でそんな中でもやっぱりこうね入りたい人たくさんいますし、順番待ちしてる方もたくさんいます。ですのでこうあの箱が開く時って経営が悪くなって退去して、でそれがサイトに出てから誰かが申し込むっていうことは絶対にありえません。もうそうじゃなくて誰かが譲ってほしい、買い取りたい、でそれでオーナー同士で話し合う、誰か挟んで話し合うってあって縁があって、じゃああなたなら譲りましょうっていうので、売買契約、本当にそれ以外ないので、私が借りた箱も10年ぐらいかな、そのワンフロアも開かずで、人気店が入ってる3階とか上の階も老舗がね30年40年老舗入ってますので、開かず本当にね箱ないんですよなんで今回こうやってね自分がお客様からねポーンと言葉をいただいて、自分の中で考えて、そしてこう実行してすぐ見つかって、こうね君ならいいよっていうことで、今回ご縁いただけたのは私にチャレンジしろっていうのをね店名があったのかなって思っております。はい、ということでブレアはですね新しく2号店をこの夏前ぐらいにオープンしたいと思います。ぜひぜひねご興味のある方はお問い合わせください。それではまた。